こんにちは、うにです。今回はですね、チャンネル登録者さん9万人のお祝いと、イラストレーターとして開業して4年が経ちましたので、そのお祝いも兼ねて質問をね、インスタグラムの方で募集いたしましたので、こちらの質問に答えていきたいなと思います。今回はね、ちょっと台本とかが全くなくて、結構アドリブみたいな感じなので、ちょっとグダグダとする感じがありそうなんですけど、そんね、ご質問いただきましたので、一つ一つお答えできたらいいなと思います。それではね、やっていきたいと思います。一つ目ですね。絵を描くようになったきっかけが知りたいですということで、絵を描くようになったきっかけっていうのはあんまりなくて、物心つく頃にはもう絵を描いていたっていう感じですね。これがきっかけで絵を描き始めたっていうのはあんまりなくて、なんかもう自然と絵を描いていたっていう感じになります。強いて言えば父親が絵が好きだったので、それの、遺伝か影響かわかんないですけど、それを受けてるのかなと思います。続きまして、幼少期の夢って何でしたかということで、私はですね、小さい頃から将来の夢はイラストレーターでした。小学校低学年くらいの頃から、絵の仕事がしたいって言っていて、イラストレーターという職業を知らなかったので、それまでは結構漫画家とか絵本作家とか言ってたんですけど、小学校の高学年くらいかな、その頃にイラストレーターっていう職業の名前を知ってから、イラストレーターっていう風にずっと言ってたと思います。好きな本、おすすめな本など知りたいですということで、いろいろねあるんですけど、まず一つ目がこちらです。こちらはですね、私がもう本当に大好きな漫画家の武田ひなた先生の画集になっています。私が中学校の頃にゴシックっていう作品がすごい大好きで、その時に出会ったんですけど、私の絵の根幹となっているのが武田ひなた先生の漫画とかイラストかなと思っています。これはすごく大切な宝物です。続いてはですね、こちら怖くないタイポグラフィーという本です。結構最近買った本なんですけど、デザインの本でフォントとか文字組み、文字レイアウトっていうのが学べる本になっていて、デザイン学校に通ってない私でも分かりやすく解説された本なので、これはね買ってよかったなと思います。デザイナーさんなら知ってて当たり前のことを一から全部解説してくれてるような感じで、イラストレーターの活動をしているとデザインする機会って意外と多くって、本を作ったりとか、あとお品書き、イベントに出る時にお品書き作んなきゃいけないとか、名刺作んなきゃいけないとか、そういうところでデザインをする機会っていうのがすごく多くあって、どうしたらいいんだろうって悩んでる時にデザイナーさんにアドバイスをいただく機会があって、文字組みを勉強しなさいっていうのを言われて、それに関する本を探していたっていう時にこの本に出会ったので、これはね本当にデザイン全然わかんないっていう人にもおすすめできます。物がなくて恐縮なんですけど、エッセンシャル思考っていう本があるんですけど、自分が今何をしてそのために何を選んで何を捨てなきゃいけないのかみたいなのを考えさせてくれた本で、今年のね私の活動方針、それに影響されたところがあって、お仕事いただいたら何でも引き受けなきゃっていう気持ちになっちゃうタイプなんですけど、今はね自分のやりたいこととかいただいたお話にも、やりたいならやる、そこまで気乗りしないならちゃんと断るっていうのを意識するようになった本になります。読んでよかったなと思いました。おすすめです。そしてもう一つおすすめの本がございまして、こちらですね私の本なんですが、今絶賛書店で発売中の書籍になります。よかったらぜひ探してみてください。こちらはですね、塗り絵なんですけど、こんな感じでギャラリーがあったりとか、メイキングが載ってたりとかしますので、ぜひこういうのも
見つつね、こう塗り絵を楽しんでいただけたらなと思います。おすすめポイントっていうか、この後ろが白地なので、こう裏写りしないような設計になってるのが個人的に親切だなと思ってお気に入りのポイントですね。自分で自分のこう線画を見てるとさ、細かすぎって思うんですよね。こんなん塗りたい人いるんだろうかって思ったんですけど、 X とかね、インスタグラムとか拝見して皆さんすごく塗ってくださってるので、とても嬉しいです。ありがとうございます。こんな感じでね、なんか線画のテイストも結構絵によって違かったりするので、そういうのも見て楽しんでいただけたらいいなと思います。じゃあですね、よろしくお願いします。本紹介と似てるんですけど、好きな漫画はありますかということで、ここまでたくさん読んできたわけではないんですけど、さっきですね、武田ひなた先生が大好きと言ったんですけど、異国迷路のクロワーゼの、これは合本なんですけど、これは漫画になってて、未完なんですが、お話も面白いし、世界観も大好きだし、もう絵もいいしみたいな感じで、私がすごく気に入ってる本です。本というか漫画です。一回断捨離した時に売っちゃったんですけど、やっぱりどうしても好きで買い戻したものになります。買い戻してよかったです。ちゃんと読んだのであれば、ヒロアカとフェアリーテイルぐらいかな。なんかちゃんと最初から最後まで読んだっていうのがそれくらいしかなくて、あと鬼滅も読んだかな。鬼滅も読みました。なんか絵を描いてる割に漫画全然読まないタイプなので、もし私が好きそうな漫画があったら教えてください。あとね、ローゼンメイデンは読もうと思って全然読めてないので、さすがに読もうかなと思っています。はい、じゃあ続きまして、好きなミュージシャンはいますかということで、こう特定の人をすごい聞くっていうわけではないんですけど、最近はね、ショート動画でジュースのモレミアモーレっていう曲を知ってから、ジュースの曲を聴くのにハマっています。好きな曲はプライドブライトとか東京ブラーとか、そのあたりが最近の好きな曲になります。あとね、ライブ映像がすごい好きで、ライブ映像をよく見てます。 VTuber さんが好きなので、 VTuber さんの歌ってみたとか、あとはプリキュアとかプリパラとかアイカツとか、そのあたりのアニソンとかも聞くし、あとはゲームの BGM とかも好きでよく聞きます。続きまして、ちょっとその音楽関係で似てはいるんですけど、普段作業している時に何か流しながら作業しますかということで、絵を描いている時基本的には無音のことが多いんですけど、無音じゃちょっとテンション上がらないなという時は、ボーカルの入ってない音楽を聴くことが多いかなと思います。絵描く時じゃなくて、通販の発送する時とか、グッズの梱包とかをするときは VTuber さんの配信見たり、絵描きさんのアート Vlog 見たりっていうのをしてますね。集中したいときは集中できるようなタイプのものを流して、それ以外のときは自分の好きなこととか興味あること、内容を楽しめるものを選ぶようにしています。大学ではどのような日本画を描かれていたのか気になりますということで、私はですね、大学で4年間日本画を学んでおりまして、そこでね、日本画をよく描いていたんですけど、当時はですね、絵画というものが全くわからなくてですね、課題をただこなすだけというか、楽しんで制作していなかったっていうのがあって、写真はね、ちょっとお見せができないんですけど、風景画が多かったかな、特に。いろいろその授業でテーマは決まってる場合もあるんですけど、その自由制作の時は風景画を描くことが多かったかなと思います。理由はですね、人物と動物が非常に苦手だったっていうのがありまして、そうなると風景画しかなかったっていうのがあったので、私は風景画ばっかり描いておりました。その時は本当にわからなくて、風景の何を描けばいいんだろうとか、ずっとイラストでやってきたから、自分が魅力的に感じるっていう風景を探すのがまず難しくて、さらにそれを絵にしなきゃいけないっていうのもすごく難しかったなという記憶があります。今になってね、絵画やってみたいなっていう気持ちが
芽生えてきたので、この気持ちの時に大学行きたかったなと思います。そんな感じでした。それでは続きまして、一人暮らしでやってよかったことは何ですか？特になければ最近食べて美味しかったものは何ですか？ということで、一人暮らしでやってよかったことは、家計簿かな、やっぱり。家計簿をつけるっていうことが個人的にはやってよかったなと思います。実家暮らしの時はあんまり自分が何にお金を使って月にどれぐらいで生活してるのかっていうのが全然わからなかったんですけど、一人暮らしかつ今はフリーランスなのでお金の不安がね尽きないので、そのためにもやっぱりお金の管理っていうのをちゃんとするようになりましたね。何もわかんないで過ごしてるとやっぱり不安になるので、ちょっとでも自分が今これにお金を使ったんだっていう意識が働いた方が不安がちょっと軽減される感じがするので、やっぱ分かんないよりは分かった方がいいっていうことで家計簿をつけるっていうのはやってよかったなと思います。ノーマネーデーを月に10回やったらミスドでドーナツ買っていいとか、あとはケーキ買っていいとか、そういうちょっとねノーマネーデーを達成したご褒美みたいなのを作って家計簿をつける楽しさとか、お金を使わない楽しみみたいなのを増やすようにしています。最近食べて美味しかったのはですね、私が大好きなケーキ屋さんがあるんですけど、そのケーキ屋さんのいちご大福を食べまして、それがねすごく美味しかったです。大福のもちもちの外側があるじゃないですか。それの中にショートケーキが入ってるんですよ。それがねとっても美味しかったです。それでは続きまして、兄さんは将来猫と生活したいですか？ということで、これはねもちろん猫と生活したいです。今はねちょっとお金的な問題とか、そもそもお家がペット禁止なのでペット可のお家に引っ越さなきゃいけないっていうのもあって難しいんですけど、やっぱそのためにね貯金とか収入をどうやって上げていけばいいかとか、いろいろ考えていかなきゃいけないなと思っています。目標はね3年後に飼うことを目標に頑張っていこうと思います。はい、続きまして、具体的にどんなお仕事をされてどんな形で収入を得ているのか参考に聞きたいですということで、具体的にはですね、主な収入源っていうのは通販とかイベントでの、グッズとか本のお金だったりとか、あとは、本を作った場合は書籍を出版した時の印税ですね、いわゆるというものだったりとか、イラスト制作をした時の原稿料だったりとか、あとは YouTube の広告収入とか、もしくは案件があれば案件でお仕事をいただいたり、あとはファンボックスの支援金だったり、ブログのアフィリエイトとか、ライブペイントでお金をいただいたりとかですね。通販とかイベントでのグッズ販売の売り上げが8割ぐらいを占めているので、本当にね日頃から皆様には感謝でございます。本当にありがとうございます。いろいろやっていろんなところから小さく入ってくる感じなので、一気にガッて入ってくるみたいなのはあんまりないかなと思います。正直ね、あんまり贅沢できるほどの余裕はなく、なんとか生きてますっていう感じなので、さっき言ったけど家計簿をつけてお金の管理をちゃんとするとか、いただいたお金をちゃんと守るような生活の仕方っていうのをちゃんと意識するようにしています。はい、ちょっと全然まとまらなかったんですが、こんな感じです。続きまして、フリーランスで活動をするにあたり納税など苦労する点はありますか？ということで、納税は本当に大変なので、会社員の方みたいにお給料から引かれてるっていう感じではないので、税金用にちゃんと貯金をしております。6月7月ぐらいに結構一気にドバッとくる感じなので、それをねやっぱりちゃんと支払わないといけないので、それのお金が必要っていうのは常に頭に入れております。フリーランスを始めて一応4年、開業する前も含めたら 7,8 年ぐらいになるんですけど、やっぱりねお金を稼ぐの大変だなと思います。本当に絶対に入ってくるっていうことではないので、やっぱり常に売れなかったらどうしようっていう不安はあるので、そういう不安とどう付き合いながら活動していくかっていうのはずっと考えていることになるかなと思います。でも不安はありつつも、この活動は私にとってはやっぱすごく楽しい活動なので、続けていくためにもどういう風でありたいのかっていうのは考えるようにしてます。これはちょっとねうまくまとまんなかったよ。とにかくフリーランスは大変ということ
ですね。でもやりがいはとてもあります。続きまして、1日どれだけ絵を描いていますかということで、とっても意外に思われるかもしれないんですが、1日にだいたい2から3時間ぐらいしか絵を描きません。絵を描く体力が非常にないんですね。周りを見てると一日中ずっと描いてるとか結構多いんですけど、私はもう全然そんなことなくて、本当に体力がないんです。机に向かってるのが本当に苦手なので、1日に2、3時間にして、だけど毎日ちゃんと描くっていう風なルーティンにしています。イラストの更新頻度自体は遅いんですけど、それ以外にその絵を描く時間以外に YouTube の動画編集したりとか、ブログ書いたりとか、絵を描くエネルギーほどじゃないけど生産的なことに使うようにしています。絵を描くこと以外のことをすることは自分としては気分転換になって好きだなっていう時間ですね。一日に疲れすぎないようにはしてますね。それでは続きまして、絵を描くときに大事にしていること、またはそのこだわりを教えてくださいということで、さっきも言った通り私はですね、体力が非常にないので、まずは無理をしないっていうことが一番です。体力的なこともそうだし、アイデアを出すときに無理やり出さなきゃみたいなのを思ったりとかしたら、これ大丈夫かなって一回立ち止まってみるっていうことをやるようにしてます。あとはですね、人から何を求められているかっていうよりは、自分の好きなものとか、今の自分が何を描きたいのかっていうことにフォーカスして絵を描くようにしています。続きまして、一番好きな絵の具が知りたいですということで、私はですね、このホルベインのアクリリックガッシュのペールラベンダーという色がすごく好きです。このね、使い方見てもらうとわかると思うんですけど、こんなになってるので、好きな色なんだなというのがお分かりいただけるかなと思います。これはね、アクリルガッシュですけど、透明水彩もホルベインのラベンダーというカラーが好きなので、こういうちょっと淡い紫が絵の具では結構好きかなと思います。水色が好きって結構言うんですけど、絵で使うってなったらラベンダー系をおすすめしたいなと思ってます。理由は暖色でも寒色でも使いやすいっていうところがあって、ピンクにも合うし、水色にも合うし、クリーム系の色にも合うしっていうので、結構個人的には万能な色かなと思ってるので、ラベンダー系はどの画材でもおすすめだし好きな色です。続きまして、イラストレーターになるために一番重要なことは何ですかということで、これもすごく悩んだんですが、全的には信頼を得ることかなと思います。例えば締め切りを守るとか、あとはメールの返信なるべく早くするとか、そういう基本的なことではあるんですけど、イラストレーターとしてね、仕事をしていく上ではクライアントさんとね、安心してやり取りできるっていうのが、絵のうまさも大事なんですけど、それと同じくらい、もしくはそれよりもっと大事なんじゃないかなと思っています。つながりがあってこそのこの仕事だと思っているので、そこはね、とても大事にしているところです。続きまして、SNS の特性に合わせた投稿の使い分けが上手で、SNS 運用のコツに関してもお聞きしたいですということで、ありがとうございます。自分はね、そこまでSNS 運用うまいぜみたいなのは全然思ってないんですけど、どんな感じで自分が使ってるのかなっていうのを言語化すると、X は基本的に、告知とか、あとフォロワーさんとの交流に使うことが多いかなと思います。あとはですね、なるべく更新を途切れさせないように 1,2 週間に1回くらいは何かしらお知らせができるように、YouTube の動画作りだったりとかブログの更新なんかを頑張っています。あとはですね、なるべくマイナスなことはつぶやかないようにしています。特にですね、自分の作品を下げるようなことは思っていたとしても、なるべくしないというか、もうほとんどしないっていうのは意識しています。うまくいかなかったなとか、この絵あんま気に入ってないんだよなと思ってたとしても、見る人にとってはね、すごい好きな絵って思ってくださってるのもすごく多いと思うんで、自分からは下げないように
しています。インスタは最近ちょっとおろそかなんですけど、海外ファンの方も結構多いので、そういう方たちにも楽しんでもらえるような発信を意識しているかなと思います。リールはね、言語の壁を感じさせないように、あえて音声とか日本語字幕は極力入れないようにして、映像だけで楽しんでもらうっていうのを意識してるかなと思います。YouTube ショートとね、インスタのリールは同じような感じなので、YouTube ショートもそんな感じで意識してます。インスタはストーリー機能っていうのがあって、それがね、結構気軽に投稿できるので、X に上げるほどでもないなっていう落書きとか、あと日常のこととかアップするのに使って、こうホーム画面の絵の一覧がごちゃつかないようにっていう感じには使ってます。続いては YouTube ですね。YouTube は動画を通して作品のことだったりとか、あと自分のことをもう少し深く知ってもらえたらいいなと思って使ってます。映像に加えてですね、文字とか、音声とかが入ってるので、ちょっとでもね、私の人柄が伝わったりとか、親近感を持ってもらえたら嬉しいなという感じで投稿しております。あとはですね、SNS とはちょっと違うんですけど、ファンボックスとかブログもあって、そこではですね、最新のイラストの進捗を公開したりとか、自分が普段感じてる悩みとかを打ち明ける場所に使ったりしていますね。有料コンテンツっていうのもあるので、特別感のある場所としての価値が出るようにっていうのを意識しています。ブログは逆に自分のことっていうよりは、誰かの役に立つ情報を発信するっていうのを意識するようにしています。例えばですね、フリーランスになるまでにやってきたこととか、人にはちょっと聞きづらい話題とかを深掘りして、読んでくれた人がですね、自分もちょっとやってみようかなって思えるきっかけ作りになったらいいなと思って書いております。ちょっとね、長くなりましたが、それぞれの SNS の使い方についてでした。画材収納ってどうしてますかっていうことで、画材収納はね、デスクツアーとかをやろうと思ってるので、その時に紹介させていただこうと思ってるんですが、今ちょっとね、ここに見えてるんですけど、これはね、今一時的に出してるものであって、普段はちょっと別のところにあるんですけど、コピックはこんな感じで、無印の、アクリルケースに、番号ごとに並べて、入れてます。あとはですね、ちょっとここではね、見れないんですけど、引き出しの中、IKEA の引き出しケースがあって、その引き出しの中にジャンルごとで分けて収納しています。おいおいデスクツアーを出そうと思ってるので、もしよろしければ楽しみにしていてくださると嬉しいです。一応ね、前に画材紹介の動画を撮影しているので、ちょっとこの家ではないんですけど、参考になるところがあるかなと思うので、そちらもよかったらチェックしてみてください。続きまして、ステッカーなどのグッズはどの印刷会社さんで注文されていますかということで、最近はステッカーはもう断然オタクラブさんで印刷してます。小ロットで安いし、印刷もめちゃくちゃ綺麗なので、オタクラブさんでやることが多いですね。デメリットを挙げるとすれば、納期がちょっと長めなので、余裕を持って入稿するのが大事かなっていうところですね。それ以外はね、全然私はすごくいい印刷会社さんだと思っておりますので、ありがたく使わせていただこうかなと思います。続きまして、絵が上手くなるコツとかはありますかということで、私は具体的な練習方法とかっていうのが全くなくて、練習が嫌いなんですね、まず。なので、もうこれはですね、もう長く続けるしかないっていうところですね。自分が今までを振り返ってきて、一応ね、美大受験をするためにデッサンを4年やってたっていうのはあるんですけど、正直そこまでイラストにすごく直接関わったっていう感覚は全然ないので、なので、そういうトレーニングとか練習をやるっていうことも大事だとは思うんですけど、とにかく続ける。もう何でもいいから書くっていうのをやってきました。多分この人生において書いてない期間の方が少ないんじゃないかなっていうぐらい書いてたなっていう感じは
します。別になんかそんなちゃんとした作品作れとかそういうんじゃなくて、なんか書く。とりあえずなんか手動かしてみるみたいな感じで多分全然いいと思うので、その続ける習慣をつけるっていうのが大事かなと思います。長く続けろとは言ったんですけど、最近ハマってる練習方法っていうのがあってですね、それも一応ご紹介しておきますね。ジェスチャードローイングっていうのをやっておりまして、ポーズを撮ってくださるモデルさんの動画が上がってるので、それを見ながらドローイングをするんですけど、それがね結構楽しくて、ジェスチャードローイングの好きなポイントっていうのが、うまく描こうとしないっていうこと。うまく描けなくてもいいし、正しくなくていいし、自分の印象をちゃんと捉えましょうみたいな感じなんですけど、それがね結構自分には合ってて楽しく練習できてるなと思います。うまくなってるのかはちょっとわかんないんですけど、1ヶ月ぐらい続けてやってます。クロッキー帳のページが溜まってきたら YouTube の動画にするなりブログにするなり経過をねお伝えできたらいいなと思います。続きましてアクリルガッシュを今挑戦してるんですが、コツとかありますか？難しくてということで、アクリルガッシュね難しいですよね。私も何回か挑戦したはいいものの挫折を繰り返して今に至ってる感じなので、すごくお気持ちはわかります。アクリルガッシュが楽しくなったきっかけっていうのが、意外とねアクリルガッシュ厚塗りじゃなくていいんだっていうのがすごく自分の中で発見で、最初からこう線画を潰す勢いで絵の具を厚く塗らなきゃいけないんじゃないかって結構思いがちなんですけど、意外とそんなことなくてですね、最初はこう線画が見えるぐらいの薄さで塗っていって、こうだんだんと厚くしていく感じに塗っていくと、時間はすごくかかるんですけどうまく塗れるかなと思います。グラデーションとかもね、なんかこう絵の具を厚く塗ってやんなきゃいけないんじゃないかって思うんですけど、全然水でぼかしたりとかもします。なので、最初はね厚塗りっていうのを意識しすぎないで、もうなんか水彩絵の具を使うような感じで薄く塗ってみるといいかなと思います。続きまして、大学で日本画を学んでいるのですが、日本画材でイラストを描く時のコツなどはありますか？ということで、日本画でイラストを描いたのは本当に去年が初めてで、いろいろどうしようかなと悩んでたんですけど、岩絵の具って結構特殊でですね、アクリルガッシュよりも結構癖のある感じの絵の具なので、立体感とか光とかを表現するっていうよりは質感があるので、岩絵の具はテクスチャとかにこだわるのがいいんじゃないかなと思います。薄塗りもできるし、厚塗りもできるし、こういろんなテクスチャをつけたりとか、この絵の具の番号によって、絵の具自体がキラキラしたりとか、こうゴツゴツしたりとかっていうのがすごくある画材なので、やっぱその辺をね、いろいろ遊んで描いていければいいんじゃないかなと思います。私もちょっと今日本画お休み中なんですけど、好きな作家さんの展示を見てきて、日本画いいなと思ったので、日本画をやりたい欲がまたちょっと湧いてきました。透明水彩の透明色と不透明色は意図的に使い分けてますか？それとも気にせずに使っていますか？ということで、透明色と不透明色はあまり気にしてないんですけど、例えばその肌のベースとか塗るとき、あんまりこうムラを出したくないっていう時は不透明色をあえて使うことがあったりします。ブログかなんかで読んだんだけど、不透明色の方がムラになりにくいらしいですっていうのを知ったので、もともとね透明色を使わずに不透明色で肌とか塗ってたので、そういう役割があったんだっていうのを知った上で、使うっていうのも一応意識するようにしてます。前にね不透明色じゃなくて透明色でベースの色を塗ったことがあったんですけど、その時結構粒子がこう見えるというか、それもそれでねいいんですけど、こう肌とか結構滑らかにしたい場所には不透明を使った方がいいかもっていうのは思いました。まだまだございます。ウニさんの描く女の子やお洋服のデザインが大好きです。アイデアどのように出していますか？ということでありがとうございます。僕のアイデアはですね、基本的にはまずモチーフと色を先に決めます。どういう風なモチーフとか、テーマにして、色はこれくらいでみたいなのを決めてから、あとはテイストですね。こう甘めなのか、ちょっとクールっぽい感じなのかみたいな、クラシカルなのかみたいなのを
決めるとデザインのシルエットとかそういうのを意識しやすいかなと思います。テイストは結構大事かもしれない。テイストによってリボンの形とか髪の毛の感じとかも結構変わってくると思うので、テイストをどうしたいのかっていうのを結構考えてみるといいんじゃないかなと思います。続きまして、2つ来てた同じような質問が、構図やポーズはどう考えていますか？参考にしているものなどがあれば聞きたいですということで、構図はですね、あまりちゃんと考えていません。大きな声では言えませんが、去年はね、ちゃんと考えようと思って黄金比とか使ったりしてたんですけど、結局ね、なんか楽しくなくなっちゃって最近は使わなくなってしまいました。構図ってどうしたらいいんですかね。私が知りたいよっていう感じなんですけど、デッサンで習ったことなんですけど、前景と中景と後景を作れっていうのは言われてました。前に置くものと真ん中に置くものと、奥にあるものみたいな感じがあると奥行きが出るからいいよねみたいな感じなので、意識はしてないんですけどそういうことを聞いたことがありますので、やってみてはいかがでしょうかということで、ポーズはですね、私はそのロリータが大好きなので、ロリータモデルさんをよく見てるので、それが結構影響を受けてるんじゃないかなと思います。フォロワーさんがね、教えてくれたんですけど、アイドルの MV とかのポーズとかを模写するとめっちゃいいよみたいなのを教えてくれて、確かにって思ったんですよ。なんかポーズもね、すごく可愛いし、動きもあるので、ぜひね、アイドルの MV を見てポーズとかを考えてみるのもいいんじゃないかなと思います。iPad から水彩紙に下書きを転写する方法を教えてくださいということで、動画で少し解説をしてるものがあるので、そちらも合わせて見てほしいんですけど、コピー用紙にですね、iPad で描いたデジタル線画を印刷します。で、その線画の裏を鉛筆、3B とかの鉛筆でガーって塗りつぶして、でティッシュとかで定着させてから裏返して描きたい紙の上に置いて、その上からシャーペンとかボールペンとかでなぞると転写できるよっていう手作りカーボン紙を作っています。鉛筆じゃなくてもいいって時は普通にカーボン紙を使ってやることもあります。イラストを描く過程の動画でちょこちょこ紹介してるっていう感じになるので、ちょっとね見つけるのが大変だと思うので、転写する方法はとってもよく聞かれるので動画にできたらいいなと思います。続きまして、コピックのマルチライナー以外でおすすめの線画方法はありますかということで、今はね断然色鉛筆ですね。理由はですね、マルチライナーだとねちょっと色がね濃すぎたりとか、場所によって結構色変えたいなって思うことが結構あるので、最近は結構ね色鉛筆使うようにしてます。こんな感じで色鉛筆を使って線画してます。これはね、セピアっぽい色と焦げ茶っぽい色を2色使って強弱をつけてるような感じです。描き進めるといろいろ書き込んでしまうので、その上からも結構いろいろやるので、あんまり目立たなくなるので、線画の主張を薄くしたい時とかは色鉛筆にするのがおすすめでございます。色鉛筆の長尺動画を上げる予定はありますかということで、色鉛筆の長尺動画はですね、上げたくなったら上げるという感じになります。色鉛筆の絵が描きたくなって作ったらあげるという感じになるかなと思います。一応ね、配信では色鉛筆を使った配信のアーカイブが残っておりますので、あまり解説みたいなのはないんですけど、そちらをね、よかったらぜひチェックしてみてください。メイキングの撮影はどのようにされているのでしょうかということで、このカメラで撮影しております。カメラの種類はですね、ソニーの、Vlog カメラの ZV-E10-2 という機種になります。前まではね、スマホで撮ってたんですけど、もうちょっといいカメラ欲しいなと思って、一昨年かな買いました。結構気に入ってメイキングの時はいつも使っております。もうちょっとね、レンズとか欲しいんですけど、
もうちょっとね、いろいろ調べてから買おうと思ってます。三脚もね、結構チャッチいもので、結構ぐらついたりとか、あと俯瞰撮影ができないので、もうちょっとね、俯瞰撮影できるような三脚をちょっと買おうかなと検討中です。YouTube のマイクがめちゃくちゃ良くなったのが分かりました。何のメーカーか気になってますってことで、最近ね、マイクを変えまして、前まではね、カメラ内蔵のマイクだったんですけど、こちらを購入しました。ロードのビデオマイクロ2っていうマイクです。これはカメラにね、取り付けて使うタイプのマイクなんですけど、2種類ちょっと迷ってるものがあって、どっちにしようかなと思っていろいろレビューをしてくださってる方の音声聞いたりして、これがやっぱいいなと思ったので、こちらにしました。お値段はね、1万3000円とかそのくらいだった気がする。マイクとしては割とリーズナブルな方なのかなと思いますので、もしよかったら検討してみてください。こちらが最後の質問ですね。美大出身で当時は何かの世界観があったのに、社会人になり失い絵が描けず、ご指摘あれば嬉しいですとのことで、これはね、すごく私が言っていい立場なのかっていう感じなんですけど、私はですね、会社員で働くっていう経験がないので、何かアドバイスをできるような立場でも全然ないんですが、考えて回答させていただきたいなと思いますので、よかったら参考程度にお聞きください。私はこういうことになったら何をするかなっていうのを考えた時に、まずは書けないってなってる今の状況の原因が何なのかなっていうのを考えるところから始めるかなと思います。例えばですけど、質問者のね、方が言っているように、世界観があったのに社会人になり失い絵が描けずって言ってるので、もしかしたらその世界観がないと絵を描いちゃいけないみたいに思い込んでるのが、原因だとしたら、その考え方を少し変えてみるとかっていうのも必要だと思うし、世界観がないと絵を描いちゃいけないなんてルールは全くないので、そういうもしね、こういう自分の思い込みがあるんだとしたら、考え方を別の視点から見てみるっていうのも大事だと思いますし、社会人の方なのでね、そもそも働くのに精一杯で絵を描くためのエネルギーがもう全然ないっていうのであれば、働き方とか、生活習慣っていうところから見直すっていう必要ももちろんあると思うんですよ。エネルギーがないとね、やっぱ絵描けないんですよ。前の質問でも言ったように、私はもう1日8時間寝てたとしても絵を2、3時間とかしか描けない人間なので、もしかしたらね、そういうところから足りてないっていう可能性もあるし、絵だけにこだわる必要もないんじゃないかなと思います。絵だけじゃなくて別のクリエイティブなこととかに目を向けてみるのも一つの手なんじゃないかなと思います。私の場合はですね、YouTube とかブログも、その絵を描く以外の、クリエイティブな活動の一つだと思ってるので、そして今それがすごく楽しいなと思ってやっているので、絵を描くことだけにとらわれる必要もないんじゃないかなと思います。どこに自分のしんどいという感じるポイントがあるのかなっていうのに、ちょっと目を向けてみて、それに対してちょっとじっくり考えてみて、それをね、どうにか軽くできるような行動をとってみるのがいいのかなと思います。原因がつかめてきて、心も体も余裕がちょっと出てきたタイミングで、もしかしたら自然と自分がこれやりたいなとか、あとは絵描きたいかもっていう思えるね、タイミングがもしかしたら来るかもしれないので、そんなことをね、考えながら焦らずにやっていければいいんじゃないかなと思います。まとまってないように思うんですが、そんなところですね。前まではずっと絵しか描いてなかったんですけど、YouTube とかブログ書いたりとかして、より絵を描くのが楽しくなったというか、動画やりたいから絵描くみたいな感じの捉え方にまで来てることもあるので、あんまりね、深くね、世界観がなきゃいけないとか、絵を描かなきゃいけないとか、作品にしなきゃいけないみたいなことを考える必要はないのかなと思います。もっとね、気楽にお絵かき楽しんでもらえたらなと思います。ということで、すべての質問にお答えできましたので、今日はね、こんなところで
終わりにしようと思います。これ喋るのがね、あんま得意じゃないので、全然まとまってないような気がするんですけど、もしね、この話聞いてみて、もうちょっとここどうなのみたいなの質問がありましたら、コメントなどお待ちしております。次はですね、10万人かな ?10 万人行った時にまたこういう質問コーナーみたいなのできたらいいなと思いますので、その時までぜひ応援していただけたら幸いです。それではね、本日の動画はここまでにしたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価、コメントなどお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。またねー。ありがとうございました。